こんにちは、生ハゲ電気紹介です。いつも動画編集で使ってるこの iMac。最近調子がよろしくありません。時々フリーズしたり、突然落ちたりすることがあります。また、手に入れた当時から、内蔵 SSD が認識されなくて、フュージョンドライブが構築できませんでした。今回はこいつの分解メンテナンスをしてみようと思います。今回の作業で問題が2つあります。一つは、画面のガラス面にひびが入っていること。もう一つは、このタイプの iMac を分解するのが、初めてなんです。iMac の内部へアクセスするには、画面を取り外すことが唯一の方法です。2012年モデルから画面ユニットが両面テープで接着されているのですが、これを剥がして持ち上げるときに液晶パネルが割れないか心配でなりません。今回の原因は、熱による問題じゃないか、と推測しています。ホコリで、だいぶ目詰まりをしてるだろうし、サーマルグリスもカッピカピだろうし、SSD も機能してないから、HDD が、カリカリカリーとアクセス音を奏でながら、目いっぱい分回って、色々と処理が追いついていないんだと思われます。そこで、今回は同時に、CPU の交換と、メモリの増設も行います。先日、上位の CPU とメモリを入手してあるので、CPU は Core i7 に、メモリは 32GB に、スペックアップを図りながら、SSD を交換して、フュージョンドライブを再構築して、分解メンテナンスを行います。いずれにしても、画面を取り外さないと、どうにも作業ができないので、なんとか頑張って、傷口を広げないよう、慎重に取り外さねばならないです。画面ユニットの下側は、まだ、両面テープでくっついたままなので、少しずつ、煽りながら開いていきます。なんとか無事に、外れましたー。画面が外れてしまえば、あとはユニットを外すだけ。MacBook に比べたら、ネジは大きいわ、外すものは少ないわ。分解しやすくて、楽勝ですー。多分。
ロジックボードが無事に外れました。中のホコリを取り除いてから、次の作業に取り掛かります。iMac の吸気口は下側に、排気口はスタンド付け根の下にあります。吸気口から基板上を通ってファンに吸い込まれ、ヒートシンクを通って排気口から出ていく流れになっています。電源ユニットとロジックボードには、あまりホコリが付着してないですね。吸気口が根詰まりしていたせいでしょうか？いよいよ CPU を交換します。交換する CPU は、オーバークロックにも対応してる、Core i7-6700 系。この工程でも、色々と癖があるようです。
今日の作業は、ここまで。続きは、明日、再開します。